どうもスターです。皆さん元気でしたか？ I hope your day is going well. 動画をなるべく自分的には毎週1週間に1回更新するっていうのが目標だったんですけど、ちょっと今回の動画を載せるか載せないかを結構2週間ほど迷って、タイトルのように自分の自己紹介なんですけど、やっぱり YouTube を始めてなんかもう3ヶ月くらい経つんですけど、ちゃんと自分の自己紹介っていうのをしてないと思ったので、今回やろうって思ったんですけど、自分の自己紹介って言ったらなんか過去の話とかもするじゃないですか。過去って結構人によってですけど、言いたくない過去とかを結構載せるか載せないかを迷ってしまって、先週載せようと思った瞬間やめたんですね。でもよくよく考えたら、いろんな過去があったからこそ今の自分がいるんだなと思って、なんか今日朝起きた時に載せよう、ちゃんと自分の自己紹介をしようって思って、もう朝起きた瞬間なんかもうここにいろんなノート何を言おうか書いてきたんで、もう今ちょっと仕事終わったばっかなんですけど、もう帰ってきてもうすぐなんかもうこれを録画しようかなと思ってやってきました。自分の名前から始まるんですけど、私の名前はエスター・チンウコ。日本語で言うとチンウコ・エスターなんですね。チンウコっていうのはナイジェリアの名前から来て、チンウコっていう意味は God is powerful、 神の力って言ってですね、神様よりも強いものはない。結構自分でもなんか小さい時からお気に入りの名前で、エスターも実はバイブルから来てるんですね。Queen of Esther って言って、一人の女性の方、女王様っていうのかな、女王様になってですね、こうどうやって一緒にできるかとか、みんなもっと平和な環境を作るためにやった一人の人で、それが Book of Esther っていうんですけど、そのエスターもそこから来たんで、結構宗教的な名前なんですけど、いつかそういう人になれたらいいなっていうのもあって、の人種っていうとやっぱり日本とナイジェリアのハーフで、お母さんが日本人でお父さんがナイジェリア人なんですけど、私は日本に生まれて2年ぐらい経った後にハワイにすぐ引っ越したんですよ。お母さんとお父さんのビジネスの関係によって引っ越さなきゃいけないとなって、ハワイに数年間住んで、その後4歳ぐらいか5歳ぐらいの時に日本に戻ってきたんですよ。その時は保育園生だったんですけど、保育園生の時ってやっぱりまだ自分の人種のこととかあんまり考えないじゃないですか。小学1年生からなんか自分のアイデンティティに気がつき始める。小学1年生同士じゃないんですけど、高学年の人たちになんかちょこちょこ言われたり、肌の色とか、なんで自分はなんか言われちゃうのかな、ひどいことも言われるのかなってすごい思ってて、その時はまだ自分の人種のこととかも考えてなくて、いじめというのか、一番最初になんか気がついたのは小学1年生の時にトイレに行ったんですね。そしたら、高学年生、多分小学6年生ぐらいの子たちがいて、なんかもう見た瞬間うわって言われたんですよ。で私もって思って、そしたらうわキモって言われて、そこでなんかトイレからそのなんか3人ぐらいの女の子たちがパッて逃げちゃって、もうその時はなんかもう涙が止まりませんでしたね。人生で初なんかキモいって言われて、キモいって結構なんか人にそんなキモいって言ったら結構強い言葉じゃないですか。すごいショックを受けてしまって、そこが初めて自分の人種の違いってことに気づいて、親に一度説明した時にエスターは黒人と日本人のハーフだから、そういう辛い思いもするかもしれない。だけどそれを乗り越えていかなきゃ人生これから世の中やっていけないよって言われて、なんでハーフ黒人なのになんか辛い思いをしなきゃいけないのかなとか、結構疑問はあったんですけど、後々気がついていくという。もしこれ見てるあなたが黒人ハーフとかだったとして、例えばいろんなことがあったと思うんですよ。決して全員が辛い思いをしたっていうわけじゃないですよ。人それぞれによるんですけど、私は結構正直に
辛い思いを小学校特に6年間してきました。一番辛かったのは自分の名字新雨子で結構呼ばれたこと、チンコうんこエスターって呼ばれてたんですけど、すごい自分が大切で気に入っていた名字をいろんな人たちにそのあだ名で呼ばれてすごい悔しかったんです。でもそれを言い返せる自分はいなかったんです。それは自分に自信がなかったから。でもやっぱり小学6年生とかになった時にもうやっぱ高学年生とかいないんで、友達っていう友達はできてたんですけど、でも自分はその時やっぱり過去に辛い思い出、いじめとかがあったんで、自分はどうしたら友達ができるかって言ったら、自分を笑い物にするっていう感じで友達を作るっていう方法しか、今考えてみるとそういう風にしかしてなかったと思うんです。その小学6年生の私っていうのは、ここにポンって載せるんですけど、これだったんです。はい、これもすごい載せるか載せないか迷ってたんですけど、このエスタがいたからこそ今の自分のエスタがいるんで、前まではこの自分が恥ずかしいと思ってたけど、今は恥じゃなくて誇りです。もうこの時は自分に自信もなくて、自分の意見すら言えなくて、自分の名字も嫌いになってて、自分っていう存在っていうか、もう自分の存在が本当に好きじゃなくて、で、この時のエスタで中学1年生を入学して、でまた新しい人たちがいるじゃないですか。でそりゃもう嫌味とかもまたたくさん言われました。辛い小学校生活があって、もうそれに逆に慣れてしまっていた自分がいたんですよ。思うと良くないなって。でなぜ慣れていたかというと、自分もその嫌味を信じ込んでしまっていたから、自分はそうなんだなって思ってた自分がいたんですね。中学校は3年間バレー部を入ったんですよ。でそのバレーをやったきっかけで、友情の大切さを、その人を信じるっていうことを学んで、どうやったら向こうが自分のことも信じてもらえるかっていうことも学んで、で中学校はもう断然小学校よりも結構青春な3年間を過ごせたんですよ。やっぱまだどこか自分をバカにして人を笑わせるっていう感じな自分がいたんですね。自分の価値観を知らなかったんですよ。高校1年生になったら日本の高校には行かず、アメリカの高校に入学したんですね。弟2人がいるんですけど、と私3人兄弟で、親は将来的にも私たちに合った教育、将来的に活かせるにはって言ったらアメリカに引っ越すっていうことがなって、中学校の時に戻るんですけど、私はもうほとんどバレエに集中してしまっていて、ほとんど勉強をしてなかったんです。で勉強をしてなかったからこそ成績もすごくひどかったんです。自分は中学生の時にもうアメリカの高校に行くんだ、じゃあ受験はしないんだっていう自分もあって、もうモチベーションもなかったんですね。頑張って勉強しようっていう。だから周りが受験勉強を頑張ってる間、私はもう本当に何もしてなくて、もうアメリカの高校に入学したんですけど、アメリカの高校は入るのは簡単なんです。でも出るのが難しいんですね。だから卒業するのがすごく難しいんですよ。アメリカの高校に入った時に、そこで今の自分を見つけられたと思うんです。中学校の時全然勉強してなかったせいで、アメリカの高校に入った時はもう本当に大変な日々でした。もう見た目はこれなのに英語も全く喋れなかったんです。ある日ですね、英語のクラスだったんですよ、高校1年生の時に。みんな音読をしていたんですね。それで読んでいた時に、必ず先生は一つのお話とかを読み終わるためにみんなに意見を聞くんです。この文章を読んでどう思いましたかとか。で今まで私は人にエスターどう思うって聞かれたことがないんですよ。あなたの意見は何ですかっていうことを聞かれたことがなくて、もうクラスの半分以上がみんなちゃんと手を挙げて一つ一つ答えてるんです。でみんなすごい自分の意見を大切にしてるんですね。自分は今までいじめとかあった時に何も言い返せなかった。それは自分の意見は誰も聞いてくれてないと思っていたから。
っていうのもあったんですけど、やっぱりもういろんなトラウマがあって自分の意見なんて言えなくて怖かったんですよ。自分はなんか変なこと言っちゃったら周りに変なこと思われないかなとかもあって、そういうのもいろいろあったんですけど、いきなり先生に指をさされて「Esther, what do you think? What do you think?」って言われた時に、私の意見って思って、私はそんな自分の意見なんて持ってないって思って、その時先生に「Oh, I'm not sure」って言って会話は終わってしまったんですね。初めてその時人生で、勉強関係で恥を知ったんですよ。自分の意見を持ってないこの恥がすごいもう本当になんか大きくて、心の中で。あとアメリカに来て思ったことは、みんな自分の価値観を知っている、自分の大切さをみんな知ってるんですよ。でその時の私は自分の大切さ、自分の意見も全く分からなくて、もう本当に混乱していて、日本にいたら多分絶対こんなことを思わなかったんですけど、大学に行きたいなって思ったんです。本当に最初夢もなくて、夢がなかったというか、弁護士になりたい、お医者さんになりたいとか、 IT 企業のところで働きたいとか、正直に言いますけど、ハーフ黒人とか黒人の人がそういうとこで日本で働いてるところって見たことがないんですね。でそういうこともいろいろあって、もう日本にいる時は夢がなかったんです。やりたいなと思ったのは、ラジオ局で働くこと。ラジオ局で働けば誰も私の顔とか見なくていいじゃないですか。私の声だけ聞いてれば、日本人が話してるなって思うじゃないですか。お父さんお母さんがここまでしてアメリカに引っ越して、私たちのためのエデュケーションをどうにか活かせるためにアメリカに引っ越してきてくれたっていうのもあって、初めてアメリカの高校に入って自分が勉強してない恥、そして自分は今まで何していたんだろうって、全てを改めて見返すようになって、環境で本当に変わると思うんですけど、人生って。高校生の時はすごく猛勉強をしました。で学校始まるのは7時50分だったんですけど、もう5時半に起きて2時間ぐらい勉強して、で学校から帰ってくるのが大体2時半で、そっからもう7時間ぐらい本当に自分が今まで人生で遅れてきた勉強を全て取り戻すために猛勉強して、もう朝起きて勉強、学校から帰ってきたら勉強っていうのも何回もずっと繰り返してきて、高学年になった時にはもうクラスの順位とか結構上がってくるようになって、で人生ってやればできるってよく聞くじゃないですか。本当にやればできるんだなって、こんな私が全く勉強してなかった私がちゃんと勉強したらできるんだなって。でなぜそこまで自分が勉強できるようになったのかっていうのは、自分に自信が持てるようになったんですよ。あとそして自分の価値観を知れるようになったからだと思うんですね。学校では勉強だけじゃなくてスポーツもやったり、高校生の時にしかできないことをいろいろチャレンジしてみたいなと思って、自分に全く自信がなかったこのエスターがミスコンテストにも出たりしたんですね。ミスコンテストにもなんと2位にもなれて、それでアメリカでいうとプロムとかがあるんですけど、プロムクイーン1位も取れて、人生ガラリと変わったんです。でこれは私一人でここまで来れたんじゃなくて、やっぱり親が本当に支えてくれてたおかげで、こういうオポチュニティが今あると思うんです。で勉強の話に戻るんですけど、勉強をもう本当に毎日勉強して、で自分が入りたかった大学にも無事合格ができて、その大学を4年間入って卒業を5ヶ月前して、今は新社会人としてもう一人暮らししてるんですけど、なってるわけですよ。で大学でもやっぱり高校の時に学んだ自分の意見の大切さとかいろいろあって、大学生の時にはStudent Government Association って日本語で何て言うんだろう、そこをちょっと調べてみるんですけど、もうやったり、やっぱり自分の意見をもっと人に聞かせてもらえるように、やっぱり将来って10代20代30代10代20代って私たちがこれからこの世の中を走っていくわけじゃないですか。自分の意見を主張していかないと
世の中はじゃあ誰かにやってもらおうってしてもらったら絶対世の中は良くならないんですよ。それはやっぱり自分の意見を言って全員が同意するなんて一切ありえないと思うんです。だけど必ずやらなきゃいけないのは自分もそれに協力して自分の意見をちゃんと発すること。日本でもいろんないじめがあったけど、そういう辛いことがあったからこそ今の強い自分があって、今思うとそれにすごい感謝してます。いじめ的そういうひどいことを言ってくれた方々に私はすごく感謝をしてるんです。今嫌味とかいろいろ言われてももう全然どんなことでもかかってこいっていう気持ちでいられます、本当に。でこの自己紹介でいろいろ言いたかったことは、差別っていうのは日本だけじゃなくいろんな国に行っても一生消えないと思うんです。みんながみんな平等でいられたらそれはどれだけでありがたいかって。でも逆に自分の外見でなんか嫌なこととか偏見を言われてもそれは嫌味で受け取らないで、それが自分の素敵なユニークさなんだって考えれば本当に自分の人生の見方も変わると思うんですよ。この YouTube を始めてもう3ヶ月経つんですけど、この YouTube を始めたきっかけはハーフの子たちいろいろいると思うんです、日本に。で、自分にもっと自信を持ってほしい。人と違う、それがすごい素敵なユニークだと思う。自分に自信を持てるだけで本当に人生は変わります。ネガティブに考えることは簡単です。でもそれをどうやってポジティブに持っていけるかが大切なんですね。いろいろ過去もあった、エスター、これが私なんですけど、みんないろんな過去があると思うんですけど、私はもう自分の過去をバッとここに載せたいと思いました。やっぱり同じような辛い思いをしている人がもし今いたとしたら、これが勇気づけられたらいいと思います。辛い過去がある理由は、それは後で何かいいことにつながるから。辛いのは一緒じゃない、その瞬間。でもそこで諦めないでほしいと思います。このビデオを楽しんでいただけたら嬉しいです。チャンネル登録をしてなかったらぜひぜひチャンネル登録もしてください。ベルマークもよかったら押してください。ベルマークを押せば私が、動画更新するためにお知らせが来るので、それもぜひしてくれたらありがたいです。よかったら、コメントもぜひぜひしてみてください。このビデオで一体どう思ったのか、共感できたことがあったのか、それともまた違うかなと思ったこととか、いろいろちょっと聞いてみたいです。次のビデオで会えるまで皆さん元気で、いろいろ人生大変だと思いますが頑張っていきましょう。ありがとうございました。 Thank you so much. ポチ